こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、学級の究極系自治的集団への条件10選、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。2学期も学級経営一生懸命頑張っている先生たちだと思いますけれども、せっかくならいい学級作りたいですね。ごめんなさい、子供たちが騒いでます。今日休みなんですよ、子供たちね。早く学校に行ってほしいんですけれども、ちょっとガチャガチャうるさいかもしれません。ごめんなさい。せっかくだったらね、いい学級作りたいですよね。で、いい学級って何なんて言ったら、その一つの形が自治的集団だと思いますね。自治的集団って何なんだろう。これ、上越教育大学の赤坂先生が紹介してくださっています。自分たちで意思決定し行動し、その評価を自ら行い、次の活動につなげることができる集団、こんな集団みたいですね。簡単に言ったら、自分たちで考えて、自分たちで相談し合って、自分たちで物事を前に進めていけるような、つまり担任に依存しない、自分たちでその学級を動かすことができる集団、こんな集団担任だったら一回作ってみたいですよね。憧れちゃいますよね。っていうか、隣の学級とか学級そんな感じっぽいけど、うちの学級は全然そうじゃないなんていうふうにね、落ち込んじゃうこともありますけれども、安心してください。確実にこの自治的集団に近づけていくことができるようになります。ただし10の条件が揃った時ってことですね。今日この動画最後までご視聴いただければ、その自治的集団に近づいていくための10の条件よくわかると思いますので、2学期の学級経営の進むべき方向性が見えてくると思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ行きましょう。まず一つ目はですね、システム構築でございます。よく僕がね紹介するシステム構築。システムっていうのは仕組みのことです。担任がいてもいなくても、子どもたちにやる気があってもなくても、もう自動で活動が進んでいくようなシステムのことですね。まずこのシステムを組んでいくことで、担任からの依存心というものを脱却していきたいわけですよ。なのでシステム構築がとっても有効になります。システムというのはいっぱいあります。具体的に言うと、僕は学級経営をしている中で、最低25個ほどのシステムを常時回していました。例えばその一つ紹介しますね。こちらです。教室のドアの前に椅子が置いてあって、そこに小黒板が立てかけてある。ちょっと今子供が群がってる写真しかなかったんでごめんなさいね。分かりづらいんですけれども、この黒板、小黒板に何て書いてあるかっていうと、おはようございますって書いてあるんですよ。これどういうことか。子供たちに挨拶の大事さ教えるじゃないですか。でも子供たちはおはようございますっていうのを忘れますよね。それを思い出させるために、おはようございますって言いなさい、挨拶しなさいって毎日言いたくないわけですよ。僕は毎朝椅子を教室の手前にちょこんと置いとくわけですよ。そうすると教室に入ろうとする子どもたちからしたら椅子が邪魔なわけですよ。入れないんですよ。教室に障害物を置くんですよね。で、子どもからしたらその椅子見るでしょ、邪魔だから。で、見たらその椅子に小黒板が乗っていて、おはようございますって書いてあるんで、そうだおはようございますって言うんだったっていう風に、こっちが指導を入れなくても自分たちで気づくことができるんですよね。で、入っていっておはようございますって先生に言ったりとか、友達同士に言ったり、その行動を促すことができるっていうことですね。こんな感じですよ。こういうような担任の先生がいてもいなくても子どもたちだけで行動が変容していくような仕組みっていうものをたくさん整えていくことが、自治的集団に近づいていくためのまず一番の基盤っていうことですね。これやっていくといいかなっていうふうに思います。余談ですけれどもね、今この写真、子どもたちがなんでこの椅子に群がってるかっていうとですね、僕がせっかく書いたおはようございますっていう言葉をなんと勝手に消してですね、落書きを始めてて、で子どもたちもニヤニヤしてるわけですよ。やばい、子どもたちが勝手な行動をして、僕がせっかく書いた字を消して学級が荒れ始めてる、やばいって僕一目散に駆け寄ってですね、勝手に先生の書いた字を消すんじゃない、何をしてる、何を書いてるんだってこれ見たらですね、見てください。先生いつもありがとう、ごめん、怒ってごめん、勘違いしてごめん、もう抱きしめたい、抱きしめないですけどね、セクハラになっちゃうからね。でもこういうような関係がね構築できていくといいですね。で、2つ目ですね、自治的集団に近づいていくための2つ目は学級リーダーの存在です。やっぱり自治的集団といっても30人が30人みんなが横並びで30人31脚とか昔なんかありましたけれども、あんな風に進んでいくわけじゃないわけですよ。例えば話し合いをするんだったら前に2人がいるとか、グループで話し合いをするんだったらちょっとそれを進めていく人がいるとか、やっぱりね、核となる子供っていうのはいるんですよね。で、その核となる子供を育てていきましょう。
僕はちなみに学級のリーダー2種類作っていました。1つ目が班長です。班長は自分たちで自分たちの中からリーダーを選んでいくというこの班長選挙というものを行っていました。そして2つ目はですね、司会型授業です。朝の会から帰りの会までもう固定の日直さんです。日直さんが教室の前にちょこんと座ってですね、もう授業も進めていってくれるって言っても別に高度な授業の進行するわけじゃないですよ。イメージで言うと朝の会みたいな感じですよ。朝の会って別に高度な進行を要求されますか？全然そんなことないですよね。あんなイメージです。あんなイメージで子どもたちができるところをやってくれるっていうことですね。そうすると日替わりで学級全体をまとめたり進めていくっていう経験をずっと来る日も繰り返していくので、まず前に立つっていうことが怖くなくなる。全体に対して声を出すっていうことに免疫ができてくるんですね。それが30人その免疫ができてくると強いですよ、学級は。こうしてリーダーをね育てていくんですね。2つ目、学級リーダーを育てていくと。そして3つ目はちょっと意外かもしれませんけれども、単元計画の共有です。この単元計画の共有っていうのはどういうことかというと、結局はですね、学級で活動していると不測の事態というのが多々起きてくるんですよね。で、不測の事態に直面した時に子どもたちが自分たちで相談したり考えたりして、じゃあこういう一手を打っていこう、そして意思決定をし実際に行動ができる、これが自治的集団だから、不測の事態にこそ学級の実力が試される、実力が試されると思うんですけれども、その不測の事態の一番あるあるは担任が授業開始時にいないっていうことじゃないですか。教師本当は痛いですよ。教室にもちろん痛いんだけれども、電話が鳴っちゃってとか、子供が怪我して保健室に連れて行ってとか、いろいろあるじゃないですか。そういう時に子供たちがぐちゃぐちゃとただ遊んでワイワイしてるんじゃなくって、今先生いないよね、じゃあこれしておこうかっていうような、そういった自分たちで学習活動すら進めていけるような集団にしていきたいですよね。この時に必要なのが単元計画ですよ。例えば国語とか社会科とか学習をしていく時に、僕は必ず単元計画というものを作っていました。第1次から第7時8時まで単元計画を作って、子どもたちと一緒に作って、僕は命令して押し付けるんじゃないですよ。子どもたちと一緒に作って共有して、しかもそれを側面掲示にもきちんと掲示してあるので、今この瞬間担任がいなかったとしても、およそやることは子どもたちは理解できてるわけですよ。じゃあちょっと不安だけれども先生すぐ来ると思うし、それまで進めておこうかっていうふうに自分たちで活動を進めていくことができるっていうことですね。こうして何をすべきかっていうものを教師の頭の中だけで収めない、ブラックボックスにしない、常に子どもたちと共有をする。もう日頃の授業からどんなことでもですね、こういったマインドが教師の中に常にあるかどうかっていうところすごく重要になってきます。ぜひこの単元計画の共有を子どもたちとしていきましょう。続いて4つ目、01の経験です。01の経験、これ01っていうのは簡単に言ったら0から1ですね。無から有を生み出していくっていうことです。こういう経験をたくさんさせてあげると、あるものの中でしかやっちゃいけないんだっていう狭いマインドから、いやなければ作ったらいいし、どんどん自分たちで作って盛り上げて楽しくしていこうよ。かの有名な高杉晋作さんの言葉がありますね。面白きこともなきよう面白くなんてね言葉あるじゃないですか。まさにマインドを子どもたちに共有したい、育てていきたいものですよね。その時に相性がいいのは係活動とお楽しみ会です。係活動というのは自分たちで創意工夫してたくさんの活動ができる可能性がある、可能性を秘めた活動なんですね。皆さんどうですか？係活動というのは充実してますか？ぜひ係活動をねたくさん取り入れてあげてください。大事なのは係活動と当番活動を混在させないということ、そして係活動の準備の時間を毎週頭、できれば月曜日の午前中がいいですね、取ってあげるということ。準備の時間も確保せず係活動を充実させなさいっていうのはちょっとブラックな指導だと思うんですよね。充実した活動をさせるにはきちんと準備の時間をわずかでもいいんでね、週の頭に持ってきてあげると、その1週間きちんと係活動が走っていく、自走していくような係活動になっていきますよ。
でまたお楽しみ会もこれまさに01だと思うんですよね。本当はしなくたっていいじゃないですか。学習指導要領にお楽しみ会開催しなさいって書いてないじゃないですか。やらなくたっていいんだけれども、自分たちで盛り上げていく、ただドッジボールしていくんじゃなくて、いろんなプログラムをみんなで考え合って出し合って、そして一つの会を作っていく、イベントを作っていくっていうこの経験の積み重ねが学級の実力を高めていきますね。だって1年間でお楽しみ会で僕結構 3,4 回やっていましたよ。少なくとも3回、多くて4回やっていました。まず7月の七夕パーティーで、10月のハロウィンパーティー。このハロウィンパーティーがちょっとやるかやらないかね、忙しいじゃないですか、10月ってね、まちまちでしたけれども。そして12月のクリスマス会、そして最後3月のお別れパーティーですね。この4回やってましたけれども、このパーティーを積み重ねることによって、このパーティーを準備し、運営し、当日進行し、また振り返るっていう経験を子どもたちがすることによって、ぐんぐん実力が高まっていくんです。ぜひ、この01の経験をたくさんさせてあげてください。続いて5つ目、選択肢あふれる授業。今のとねちょっと似てるんですけれども、やっぱりこっちがいろいろああしなさいこうしなさいって言わなきゃいけない授業もねたくさんあります。そういう活動もあります。だけれどもできるだけこちらから選択肢を提示したいですよね。これをやりなさいというよりは、じゃあこの3つから選んでいいですよ、あるいはこの3つからなんていうことを言わずに自分で考えてやっていいですよなんていうような、この選択肢あふれる授業を展開していきたいものですよね。これはもちろん日々の国語、算数、社会、理科、いろんな授業でもできますけれども、めちゃくちゃ相性がいいのが総合です。総合的な学習の時間ね。総合的な学習の時間っていうのは失敗経験をできるんですよ。右往左往できるんですよ。問題解決のこの試行錯誤をする時間が許されてるんですよね。例えばこちらちょっと写真ご覧ください。これは小学6年生縦穴住居総合的な学習の時間を使って子どもたちと一緒に作ってみました。設計図すらありませんからね。設計図すらない状況で子どもたちはどういうふうにしてこう作っていったのか、まさにもう選択肢あふれるというか、もう選択肢が無限大すぎて何をどこから手つけていけばいいのかわからないっていうところからスタートしていったんですね。その分完成した時には、完成したのは本当もう11月雪が降る直前だったんですけれども、その時の喜びっていうのは本当ひとしおで、子どもたちから自然と拍手が出てきたっていうね、そんな経験もすることができました。ぜひこの選択肢あふれる授業っていうものを展開していきましょう。ここまでで、まだ半分ですね。ちょっとテンポよくいきましょうか。続いて6つ目、優しい雰囲気です。優しい雰囲気は絶対に大事です。結局実力って言って自分たちでパッパ物事を処理していくことができても、たまにですね殺伐した雰囲気の自治的集団になっちゃうことがあるんですよ。これ僕がね経験も本当浅くてね、今でもちょっと思い出すことあるんですけれども、子どもたちで自分たちでやらせたいからって言ってどんどん子どもたちに圧をかけていって追い詰めていってしまった経験があるんですね。それとやっぱ子どもたちからしたらストレスになるし、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、自分たち自治的な集団にあらなければならないっていうすごく矛盾した感じですよね。自治的集団であらなければならないってもう自治じゃないじゃないですか。やらされてる自治じゃないですか。そうじゃないんですよね。やっぱり自分たちの中で自然発生的に出てきて、殺伐とした雰囲気ではなく、いつもポワンとした温かい空気があふれている、これが大事だと思うんですね。僕はよく思いやりイコール想像力×行動力なんて書籍とか動画の中でねお話しさせていただいてますけれども、一番大事なのは優しさっていうのは思ってても始まらない、行動に移していこう。例えばこの写真ご覧ください。日々ねよくある光景だと思います。給食の準備中に給食当番が給食のお皿をひっくり返してブシャーっとね、床に汁がぶちまけてしまったと。この時に一人で片付けていくのって寂しいじゃないですか。その姿を見た友達が自然に一緒に手伝うよ、やるよっていうような姿が出て、それに対してありがとうっていう言葉が自然と出て、いやいいんだよどういたしましてっていうような言葉が自然と出てくる、そんな雰囲気がやっぱり自治的集団には欲しいですよね。自治的集団だからってキレッキレの仕事をただ処理速度が速い集団にしたいわけじゃないんですよ。優しい自治的集団がいいんですよ。少なくとも僕はいいし、多分子どもたちもそれがいいし、多分今画面の前にいるあなたもそういうふうに思ってるんですよね。なので思いやりを行動に移していくというね、そんな指導もしていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。続いて7つ目、教師のリーダーシップとファシリテーション。これはですね学級の中というよりは教師にベクトルを向けていきたいと思いますけれども、
自治的集団を作るには教師が一歩下がる必要があります。だけどずっと下がってても自治的集団にはなりません。むしろ騒然としてくると思います。大事なのは教師のリーダーシップと教師のファシリテーションの力、このバランス感覚だと思うんですね。ざっくりすごく分かりやすく言うと、前期はリーダーシップ強め、後期はファシリテーション重視って感じだと思いますね。リーダーシップっていうのは子どもたちが困っていた時に集団として迷走してしまいそうな時に、もうここは十分頑張ったなって判断したら、よしじゃあこれでやっていこうか、試しにやっていこう、これでいくぞってグッと引き上げてしまうということですね。これちっとも悪いことじゃないんですよ。そこで這い回らせることほど僕は時間もったいないことはないと思うので、リーダーシップを発揮して、よしこれでいくぞって言ってあげられる、ポーンと方針を決めてあげられる、この態度も十分僕は必要だと思うんですよね。だけどそれをずっとやっていくと子どもたちは集団として力発揮していかないわけです。どこかで軸足を抜いていく必要があるんですね。つまり君たちはどういうふうに考えますか、何をしていくべきでしょうか、どうしたいんですかっていうようなファシリテーターに少しずつ軸足を移していくっていうことです。このリーダーシップ、そしてファシリテーションをする力、教師には2つの力が求められると思いますね。続いて8つ目、たっぷりの交流の機会ですね。たっぷりの交流の機会が絶対に自治的集団には必要だと思います。なぜなら自治というのは自分たちで組織を運営するというのは言葉を介して行われるんですよ。多くの場合ね。なかなか言葉なしで自分たちの組織を運営していくっていうのは難しいと思います。基本的に言葉を介して行われていくんですよ。つまり言葉をちゃんと自分の思いや考えを主張できて、そしてそれを聞くことができて、理解することができて、でそれに対してしかるべき適切な返答をしていく、この掛け合いのラリーですね、ラリーを行っていくことができる、この表現力を磨いていく必要があります。表現力はどこで磨くのか、日々の全ての授業の中で磨いていくことができますので、日々の授業の中でぜひぜひこの交流の時間を設けてあげてほしいなというふうに思います。僕の場合ですけれども、もう国語だろうと算数だろうとどんな授業だろうと交流の時間が一切ないという授業はもうほとんど基本的にゼロと言ってもいいぐらい交流を大事にしていました。なぜならやっぱり子どもたちは表現がすごく苦手なんですね。子どもたちってか国民性かもしれないですよね。ちょっとなんか思うこと考えることあるけれどもちょっと黙っとこうかなっていうふうに僕たち大人もちょっと思ってしまいがちじゃないですか。よく子どもたちに育てたい資質で代表な3つ、思考、判断、表現なんて言いますけれども、僕たち思考することできます。子どももできます。判断、子どもたち判断することもわりかしできます。でもこの3つ目の表現が苦手だと思うんですよね。ぜひぜひこの表現をする場、タイミング、時間というものを前時間設定してあげてください。そうすると自治力を育てていくための基盤が整ってくるんでおすすめです。さあ9つ目、終盤に差し掛かってきました。9つ目はですね、失敗からの成功経験ということですね。教師をしていると成功体験が大事ですよ。子どもたちに成功体験を味わわせてあげてくださいねなんていうふうにいろんな研修とかで言われるんで、子どもたちにできるだけ失敗させないようにっていうふうに思ってしまうんですよね。これもある意味間違いではないと思いますけれども、時に失敗をさせた方がいい場合があるっていうか、僕は積極的に失敗させてあげてほしいんですね。ただ失敗で終わらせるのはまずいんですよ。失敗したけれども試行錯誤の結果、共同の結果成功を勝ち取ったぜっていう方が、いきなりはい成功をもぎ取ったっていうよりも何倍も嬉しいじゃないですか。そして学級の集団としての凝集性が高まってくるんですよね。この失敗経験をさせてからの成功体験というのをぜひさせてあげてください。コツは子どもたちから出てきた不備ある意見、考えを否定せずにですね、でいぶかしげな表情もせずにですね、ああなるほどそういう考えもあるんだ、みんなも納得してるようだしやってみるっていうふうに言ってあげる、背中を押してあげるっていうことですね。でそこでうまくいかなかった時に子どもたちは衝突してしまいそうになるかもしれませんけれども、そこはまあこういう失敗もあるじゃない、今からどういうふうにリカバリーしていくかっていうのをむしろ前向きに考えていこうよ、じゃあどうしますか、じゃあどうしようか、どうしますかっていうファシリテーターになっていくっていうことですね。先ほどの写真ご覧ください。子どもたち竪穴住居ね、一生懸命作っているように見えますけれども、これ大ハプニングが起きた後なんです。竪穴住居の周りに茅を吹くじゃないですか。茅葺き屋根ね、茅を吹くんですけれども、この茅見てください。もう半分でなくなっちゃってますね。なんと刈り取った保護者とかに協力して刈り取った茅をその辺に子どもたちが放置をしてしまったがゆえに、茅がですねカビが生えて腐っちゃったんですよ。
これ大きな失敗経験ですよね。子どもたちは全体でかやこの辺に置いとけばいいかなって自分たちで話し合って相談して置いといたんですよ。ところが雨が降ったりして何日も学校の連休が続いたりして、久しぶりに学校に来て見てみたら全部カビが生えている。もうカビ臭くて使えたもんじゃないわけですよ。さあ困った困ったっていう大きな失敗経験があったわけです。ところがそれを乗り越えたんです。さあ足りないかやを一体子どもたちはどういうふうにして乗り越えていったのか、今日ちょっとここではお話ししませんけれども、またそんなお話もどこかでさせていただければなというふうに思うんですけれども、これはちょっとナイスアイデアがあってね、なんとか竪穴住居最終的に完成することができたんですけれども、その時の喜びっていうのは子どもたちやっぱ喜びひとしおだったみたいですね。失敗経験からの成功経験、もちろん成功経験は欲しいんですけれどもね、ダイレクトな成功経験ももちろんいいんだけれども、一回紆余曲折経た上での成功経験に対する喜び、そして学級集団の連帯感、業習性っていうものはまた一味違ったものがあるっていうことですね。さあいよいよ最後でございます。自治的集団への条件10選10個目でございます。これはですね、ノリの良さですね。ノリの良さがすっごい大事です。結局自治的集団っていうことは自分たちで物事を発案するので、それに対してそんなの無理だよとか、そんなの無理やりたくないっていうようなノリの悪さがたくさん出てくると、物事が前に進んでいかないわけなんですよ。自治的集団にしていくにはいいじゃん、ちょっとそれやったことないし不安だしちょっと難しそうな感じもするけど、でもやってみようかっていうこのノリの良さが絶対的に必要になってくるんですよね。1枚写真ご覧いただきたいと思います。こちらね、3時間目の授業が始まる時に僕急いでちょっと授業遅れそうだったんで廊下あと早歩きして行ったんですけれども、ドアガラガラガラっと開けたらですね、なんとクラスの子どもたちが30人ずらーっと床で倒れてたんですよ。で1人だけ少年がですねロッカーの前でガッツポーズしてるわけなんですよ。全く意味わかんないじゃないですか。何が起きた、どういうことだって僕は叫んだわけですね。誰も何も言ってくれないわけですよ。結果ドッキリだったっていうことですね。全員が倒れてしまいました。熱中症かなんかで全員が倒れてしまいました。一人の少年だけがなぜか無言で沈黙のガッツポーズしてるっていう非常にむずい、見方の難しいドッキリだったんですけれども、僕これめちゃくちゃ嬉しかったんですね。何が嬉しかったかっていうと、誰かがこれやろうって言ったわけじゃないですか。誰がやろうって言ったか知らないけれども、誰かがやろうって言った時にしょうもなーとか、そんなんやりたくないしとか、そんなんやったら先生怒るんじゃないのとかっていう抵抗勢力の意見っていうものも思いもあったと思うんですよね。でもだけれどもあの子がやろうって言ってるし、ちょっとみんなでノリよくやってみようかっていうそのノリの良さが出てきたと思うんですよ。僕はそれが嬉しかった。実際にその話し合いの場には僕はいなかったけれども、おそらく誰かが提案してよしよしやってみようって言ってみんなで一つのことをそんな準備もしなかったと思いますよ。ね、盛大な準備もしてるんじゃなくて、本当にその 2,3 分前にノリでやってみたっていうこのノリの良さが出てくると、自治的集団までかなり近づいてきたんじゃないのかなっていうふうに思いますし、僕も学級経営としてよし方向としては間違ってない、全然意味わかんなかったですけれども、方向性としては間違ってないな、多分間違ってないなっていうふうにはね思わせてもらった嬉しい経験だったっていうことでございました。はい、ということで随分ね長く喋ってしまいました。めちゃくちゃ暑くて汗ダクダクでございます。フィリピン今日もですねもう30度超え、もう毎日30度超えで今クーラー切って喋ってるんでめちゃくちゃ暑いんですけれども、頑張って喋りました。いかがだったでしょうか。学級の究極系自治的集団への条件10選ということでお話しさせていただきました。もちろん人それぞれ考え方は異なると思いますので、自治的集団にはこれは必要だよねっていうものもあったかもしれないし、もしかしたらこれはちょっと違うんじゃないのっていうふうに思ったこともあったかもしれません。人それぞれ考え方違っていいですよね。一口に自治的集団といってもその解釈は100人教師がいたら100人100通りあっていいと思うんですよ。僕が必要だと思う今日は10個紹介させていただきました。もしもわかる納得できるよっていうものが1個でもあればですね、よければいいねとかコメントしていただけるとすごく嬉しいです。また皆さんと同じ職場で働いておられる特にお若い先生なんかにこの動画シェアしていただけると、2学期の学級経営の方針が少しもやがかかっていたものがクリアになる可能性があるかもしれないので、よければシェアしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。
最後一つお知らせさせてください。じゃあこちら、研究所メンバーシップというものを行っております。ナンバー216グループ交流の極意5選。今日交流していきましょうねなんてお話ししましたけれども、じゃあ交流ってどうやってやるのっていうそんな動画詳しく説明しています。またナンバー291自治的集団作り、その前にやるべきこと。もちろん自治的集団は目指したいんだけれども、まずその第一歩としてここから始めていきましょうねっていう入門編の動画もお届けしております。そしてつい先週配信したばかりこちらナンバー428実践例で解説、学級満足度9割超えのマル秘成功法則。僕自身が学級経営をしていく上で何か諸問題にぶち当たった時にどういうようなことを考えているのかなっていう、ちょっと脳みそを開けてその脳みその中を紹介しているような、そんなちょっと斬新な動画になっております。非常に好評でした。きっとこの3つお役に立てると思いますので、よければ自己投資にご活用いただけると嬉しいです。研究所メンバーシップにご登録いただければ今すぐにご視聴いただけます。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。